皆さんの協力あっての成功です。お客様あっての商売です。わさびの日本語相談室。こんわさびーも。日本語 V ティーチャーのわさびです。今日は N1 文法 A あっての B を勉強します。これは A があるから B が成立する。A がなければ B はなかったと言いたいときに使います。例えば、皆さんの協力あっての成功です。難しい研究をしています。ついに成功しました。一緒に研究してきた皆さんが協力してくれたから成功することができました。皆さんの協力がなければ成功することはできませんでした。このように A があったから B がある。A がなければ B はなかったということを説明するために使います。では、この2つの文とこの最初の文の違いは何かというと、これは私のアクションを説明する文です。それに対してこの文はどんな成功かを表す文だということです。ちなみにどんなの部分はここですね。これは成功です。どんな成功かを説明しています。では他の例文も使って考えてみましょう。お客様あっての商売です。どんな商売か、どんなビジネスかを表す文です。なので、例えばインターネットビジネスの場合、インターネットあっての商売ですとか、職人やアーティストがいないとできない商売、伝統工芸とか芸術のシーンでは、職人あっての商売ですとか、アーティストあっての商売ですということもできます。これが普通の文だと、お客さんがいるので商売ができます。お客さんがいないと商売ができません。このように、できる理由、できない理由を説明する文になっているということなんです。今日勉強する A あっての B。これは A があるから成立する。A がないとできなかったよということを強調しながらどんな B かを説明する文法だということです。レベルアップ。この文法は基本的に後ろの名詞を説明するために使います。理由あっての引退。引退は何かをやめるという意味です。では、どんな引退かというと、ここでは詳しい理由を言っていません。でも、まあ普通に考えると何も理由がないのに引退はしませんよね。どんなの部分はオープンにはなっていないけど何か理由があったからとか何かが理由でとプライベートを守るようなニュアンスになります。でもそのさらに後ろに文をつけることもできます。理由あっての引退だろうけど引退するとは思わなかった。理由あっての引退。ここまでだとやめたという事実だけですが、このように後ろに文をつけることで、それに対する自分の思いや考えなどを表すことができるようになります。この時気をつけたいのは、同じ言葉を2回使うとちょっとしつこい、too much だということです。この場合、事実の部分をことに変えます。そして、後ろに自分の気持ちをつけるととても自然になります。理由あってのことだろうけど、引退するとは思わなかった。では、
最後に会話の例を聞いてみましょう。スムーズに理解できるかな？あれ？どうしたの？顔色悪いけど。大丈夫大丈夫。ちょっとお腹痛いだけ。本当？でも、ちょっとって感じじゃないよ。病院に行った方がいいよ。でも午後の会議は外せないから。何言ってるの？健康あっての仕事だよ。部長に相談してくるね。このニュアンス、わかりましたか？仕事は大切ですが、健康の方が大切ですね。健康だから仕事ができる。このように優先順位を表すときにも使えます。相手あってのことだから、ちゃんと話し合うべきだとは思ってるんだけど。そうだよ、一人で決めちゃダメだよ。でも私もう限界なんだよ。シティポップがしたいのに、メタル好きのメンバーとこれ以上バンドはできないよ。相手あってのことはフレーズで覚えましょう。誰かと一緒にするから成立することに使います。例えばどんな言葉かというと、恋愛とか結婚、契約とか交渉など、一人ではできないこと、相手の意見も必要な時によく使います。まとめです。いかがでしたか？私たちは毎日言葉を使っていますが、改めて言語や文法を勉強すると、いろいろな言い方、伝え方があるんだなーって教えられますよね。私もいつもびっくりします。自分が本当に言いたいこと、伝えたいことは何なのか、言葉を大切に選ぶのってとても素敵だと思いませんか？ちょっと難しいけど、知れば知るほど面白い世界が待っています。言葉や文法の使い方、質問があればいつでもメッセージを送ってください。みんなで一緒に考えよう。それでは次のレッスンでお会いしましょう。おっつわっさびーむ。バイバイ。